チンパンジーのガチャ、メス推定60歳は静脈血栓症に伴う左足の壊死により2026年1月6日に断脚手術を行いました。手術後は体の回復状況を注視しながら慎重にリハビリを続けてまいりました。チンパンジーは本来群れで生活する極めて社会性の高い動物です。ガチャの福祉を考える上で仲間と共に過ごす時間は大きな意味を持ちます。そのため運動機能が十分に回復し、他個体との関係性も良好であることを確認した上で群れでの生活を再開いたしました。レディとガチャ。コロナウイルスなどの感染症では血管内に血栓ができることがあると報告されている。ガチャはひどい怪我をしている。顔に集中して攻撃されて、これで最近だけで3度目だ。3年くらいの間、絶えず顔に怪我を負ってきた。これは2年くらい前、目の上の怪我が治ってきた時のガチャ。彼女は治っては攻撃され、常に顔に怪我を負った状態だ。丸山動物園は一方的に攻撃され続けるガチャに対して対策を講じていない。ガチャの娘の春。
日本には大型類人猿が約350人暮らしているが、60歳を超える個体はガチャを含め3人しかいない。ガチャはそれほど高齢なのだ。丸山動物園を所有する札幌市は、過去に発生した丸山動物園によるマレーグマ虐待死亡事件の後、動物福祉条例を制定した。私も真摯に動物のための動物園に変わろうとしているのではないかと騙された。しかし、この条例は今までの動物虐待を隠蔽するためのもので、何の価値もない。今でも丸山動物園は多くの動物に対して虐待、または虐待的飼育を行っている。何が健康だ？何が病気や怪我がないことだ？コロナ COVID-19 感染症は、高齢者が生命に関わるほど重篤化することは分かっている。日本政府がコロナ COVID-19 感染症警報を発令している時でも、札幌市内でインフルエンザ警報が発令されている時でも、丸山動物園の飼育員と獣医はマスクも手袋もしないでチンパンジー、オランウータン、テナガザルに接し続けていた。先進国ではありえないことだ。この感染症の危険性に無知極まりないキスマニアの飼育員が、現在30年チンパンジー飼育を行っているという飼育員と同一人物かを園長にメールで尋ねたところ、回答を拒否している。人工保育のレディと同居していた5歳のケンは、この時感染症で死亡しているのだ。2025年度、環境省のサイトにある動物園などでの自己報告書の一覧。檻越しに飼育員がチンパンジーに餌を与えていたところ、チンパンジーが檻ごと飼育員の手をつかみ、その指を噛みちぎった。おそらく、この事故のため、ベテランと言われる飼育員が交代したのではないだろうか。環境省には自己報告をしてあるが、一般に公表されていないようであるし、警察や県への事故の届け出がなされているか疑問である。丸山動物園は、きちんと自己報告を速やかに公にするよう要望する。現在は、隠蔽工作のため、丸山動物園により削除された昨年のインスタ映像。2025年12月1日。超高齢なチンパンジーのガチャに対し、感染警報が発令されているにもかかわらず、飼育員はマスクもせずにガチャを生死をさまよう重篤な状態にして、片足切断という障害者を負わせた。園長はマスクをしていないことが原因だという証拠がないと言ってきたが、マスクをしていない動物園のごまかしにしか過ぎない。その後も狭い運動場にガチャを群れに入れ、度重なる攻撃を受けさせ、大怪我を負っているにもかかわらず、群れで暮らさせたいという園長と飼育員の身勝手な判断で放置され続けている。マレーグマ虐待死事件と全く同じことの繰り返しだ。余生を過ごす超高齢のガチャの健康を優先し、群れを2つに分け、娘たちと穏やかな日々を送らせればいいだけの話。
単独にする必要も全くない。オランウータンの丁字路は感染症により重篤な状態となった。これは確認は取れていないが、丸山動物園は自覚症状がなければマスクをする必要がないという方針をとっていたことから、飼育員から感染したものと推測する。実際は何もルールがなかっただろう。生まれたばかりのテナガザルの赤ちゃんが感染症で死亡した。この赤ちゃんが死亡する数日前に、飼育員が赤ちゃんの前でマスクをせずに喋っているのを見ている。この時は日本中コロナ禍であった。私もお客さんはマスクをしていた。メスのマレーグマがオスに襲われ殺害された。丸山動物園は動物を群れで暮らさせたいとの判断で、動物が重傷を負ったり死亡しても放置することが珍しくない。この時はお客さんの前で飼育員がマレーグマを公開レイプとまで言われた。飼育員はマレーグマが殺されるまで見ているだけだったとのことです。ユキヒョウについてもお客さんが抗議するまで同居訓練のためと言い、結果メスのユキヒョウが大怪我をした。森林オオカミのメスがオスに襲われて大怪我をした。飼育員のミスにより、オランウータンのメスとオスを同じ室内に入れてしまうという事故を発生させた。ガチャとアッキーがチンパンジー舎から脱走した。キリンのデンスケのひづめの伸びすぎで健康管理を怠っていると SNS 上で現在炎上中である。1、動物の健康管理の技術が未熟であり、意識も低すぎる。群れで暮らす動物だからといって無理やり同居させ放置し、重大な事故を発生させているにもかかわらず全く反省をしていない。3、扉の閉め忘れなど単純ミスが多い。4、動物愛護法札幌市動物福祉条例を守ろうとする順法意識がない。5、園長の動物福祉に対する考えがなく、自己保身、部下を守ろうとしか考えてない。具体的な要望。1、チンパンジーを2つのグループに分け、ガチャが怪我をすることなく安らかな老後を暮らせるように全力を尽くすこと。2、札幌市動物愛護管理センターはチンパンジーの飼育状況を調査し、ガチャの健康と生命を守るよう指導を行うこと。3、飼育員がチンパンジーに指を噛み切られたことが事実であれば、明確に公開すること。4、札幌市動物愛護管理センターは、このような一連の悪質な行為が動物愛護法及び札幌市動物福祉条例に反していないか明確にすること。5、類人猿飼育員担当は、類人猿と接触するとき、食べ物を調理するときはマスクをし、状況によっては手袋も着用する。